悪役で嫌われる覚悟。君に友達はいらない。もちろん、専業投資家の僕なんで、文句言って終わりっていうのも無駄な時間。問題は、どう改善していくか。うぞうむぞうの雑魚と関わるのが人生を腐らせるっていうのが分かった。じゃあ、どういう人と関わるか。自分はどういう組織を作ればいいか。もうここはね、有料級でできます。他の人に見られなくたっていい。これを僕が勉強して納得、なるほどなと思って記憶しておきたいと思ったことだから、僕は記憶喪失になっても、これを見れば思い出してくれるでしょう。本書ではやや難しい言葉も交えながら5つ書かれていたんだけど、それをね、ゴリッと2つにまとめました。まずここ。少人数にこだわるっていうことと、大人数での平等な組織づくりは機能しないっていうことと、コミュニティ運営の重要性っていうこと。3つだった。まず1つ、少人数にこだわる。これが大前提です。人脈の話と同じで、チームメンバーを増やせば増やすほど、強いつながりを維持することが難しくなってくる。それは僕のコミュニティも一緒です。今はね、メンバーシップ定期ミーティングで毎週金曜日に話すんですけど、ここに参加できて僕と直接話を聞く権限を持ってる。そういうプランが5000円なんだけど、ここに入ってる人が現在5人で上限を10人と定めているんですよ。仮にこれが100人いたとするとどうでしょうか。名前とか何人家族で資産がいくらで株を持って成り上がった人なのか、不動産で成り上がった人か、FX なのかって覚えられないじゃないですか。こういうふうに運営に本当に関わる、せっかく採用したのにあっという間に負担に足かせになってしまいます。だから徹底した少人数にこだわること。だから権限と責任を集中させる。で、僕は他人に今後任せていこうと思うけど、現状は僕一人が管理しているから10人が目いっぱいです。チーム運営するんだったら、その2、3人に権限を集中させる。もしこの一人でも欠けたら、チーム存亡の危機に陥るくらいの責任を任せます。いや、そんなごつい仕事っていうか責任重いのは任せられないよっていうんだったら、そもそも人は採用しないっていうことと、人手が足らなかったらアルバイトとかボランティア、単なるお手伝いする人として仕事を依頼する外注とかね。スタッフ、バイトっていうのは経営運営者として全く違う業務っていうかな、責任と権限が全く違うんで、そういう人は最低限の情報と責任しか渡さないようにしよう。こういうスタッフだったら多少増えても構わない。メンバーの中心となる2、3人っていう人は激重の責任に耐えられる2、3名だけに限定しようって書かれています。大人数での平等な組織づくりは機能しない。もちろん、学校のクラスのような、和気あいあいとしたみんなで仲良くなる目的の組織だったら、それでいいんだけど、熾烈な競争で勝ち抜いていく上では、大人数でみんな平等っていう組織が機能しないっていうのは、歴史が証明されていることだよね。ナチスとか、ヒトラーのドイツだったっけ、敗北して痛い目に遭ってるよね。そう、機能しないんだよね。なんでかってみんな平等って言うと、頑張っても頑張らなくても一緒だから、頑張らない奴らが出てくるっていう。で、僕はチャンネルの登録者はさておき、コミュニティ運営の重要性というものがあって、僕がリーダーっていうのは気がね、引けるんだけど、他の人だとできないし、じゃあ他の人にやらせたとして、お前誰やねんってね、僕のチャンネルじゃなくなってしまうんでね。なぜなら僕の理念に共感して僕のことが好きで、メンバーが構成されていることが優秀と言われた人を採用しても、メンバーが納得しないっていうことになりますもんね。結論、成功するチーム作りには少人数にこだわって優秀を理由に採用しないということが不可欠です。この人めっちゃ役立つじゃんと思って実績があるから入れてみたけど、昔の固定概念が強い老害のじいさんだったな、全然役立たなかったってことはあるあるらしいですね。だから実際に使用機関として雇ってみて、優秀さではなくて必要性で採用するっていうこと。あの人は東京大学法学部卒業だからとか、一部上場企業で部長の経験があるとか、そういったスペックとか肩書きを理由に少人数のメンバーを採用すると、これは痛い目に遭う。小さくテストをしながら優秀さではなくて必要性に応じて採用するのが正解。このチャンネルで例えるんだったら、情報分析は得意だけど、デイトレードとか株式っていうのはある程度知識はある。でも不動産とか暗号通貨に対しては全くわかんないから、他の人に頼もう。僕のメンバーで貧乏父さんとか、ヒロ VTuber とか、そういう人に案件相談しようかなみたいな。つまりここ、他メンバーの構成、資産面以外には YouTube 運営で自分が配信者をやってる人と仲間になるっていうことも有効だろうなと思ってる。VTuber や YouTuber をやってる人たちで興味があるっていう場合は、ここにね、コメントください。登録者が1000人以下だろうと、その条件は特にはない。組織運営で小春が苦手なことが多くあって、無理やり僕一人でやってるけど、必要な人は仲間にしていきたい。つまり僕が苦手なことはメンバーの誰かがやった方がいい。で、逆にメンバーに振られた仕事でも僕がやった方がいいなって言うんだったら僕が一回案件を持つとか、そういう関係性
だよね。肩書きとか経歴とかではわからないと。じゃあ僕の世界観、投資家の世界観、友達の役割。竹本の主張は競争を勝ち抜くことを目的としているけど、友達が必要な人もいる。友達との関連っていうのは人生の中で寄り道みたいなもので重要な役割を果たすっていうかな。ゴリゴリに生産性を高めて、僕みたいに友達は一切いらないって走ってると頼る人っていうかな。話す人がいないんで人生が病んでしまって鬱みたいになるっていうのが僕の実体験であるので、友達の関係っていうのは時には必要だけど、常に優先するべきではない。重要な時期には友達の付き合い、本当に YouTube で成り上がっていくぞ。デイトレードの最中とかね、友達からちょっと今日お昼ランチ行かないとか、いや、今デイトレードしてるから、今ここ含み損のところ、超大事なところじゃないですか。そういう時は全部マナーモードにして自分の目標に集中することが求められる。僕たち投資家は世界人口の 1% に満たない、運にも恵まれた優秀なエリート、社畜で利益を税金として取られて、投資家に取られて何にも知らない将来のことを考えない娯楽の中毒者となったバカな社畜が 99% いると僕の世界がそうなっている。そして僕のこと、資本の真実を知っている人はマイノリティ、少数派だよね。だから僕はたくさんの人に好かれるのを諦めて、世間から嫌われる覚悟を持って好き勝手話していこうと。人から嫌われるっていうことは別の人から好かれるということ。資本主義って最高に不平等な世界だ。3年間リアリティという配信アプリで話していたけど、誰からも理解されずに、悪徳商法じゃないか、詐欺じゃないかとかね、疑われたり、ブロックされたり、社畜の文化が異なるので、違和感をずっと感じていました。発信する自分の居場所が間違ってるんだと。株式を理解しない人に話しても意味ないと。2022年から僕だけ儲かればいい。最後に勝つのは僕だ。内容を切り替えて今に至ったんです。このチャンネルを見てる人は YouTube にたくさんの娯楽がある中、昨日より今日より明日、老後を幸せに過ごすために資産形成を努力する人たち、職場で投資の話ができる環境ってあったかな？なかったよねって。同窓会で投資の話なんかできなかったよね。マウントと勘違いされたり、僕が友達に話したんですよ。投資は必要だよね。これだけ儲かったんだよって。だから投資って必要だよ。お前もやろうよ。みたいなことを言ったんだけど、相手は俺が残業したらお前より稼げるよとか言ってきたり、僕の友達にお金持ちになってほしいと思った僕がバカだったのバカ野郎と思ったこと絶対あるはずです。みんなも。その結果 VTuber で個人で実績を収めて会社を創設して VTuber 事務所も数年後には創設するっていうのを僕一人で言っている。コミュニティもできてそこは節税とか投資家の高度な会話ができている。これって節税できるよねって。まずどこの税理士さんをつけたらいいかな？どこの銀行から融資って降りやすいかなっていうのがコミュニティである。YouTube 活動を通して本当にこういうのを望んでいた。これが面白いんだ。もちろんこの程度で終わりじゃなくて投資家の仲間が必要する。根本的にね、そこら辺の VTuber とは異なる登録者10万人を目指す。この10万人っていうのはお金持ち、資産家で構成されるべきであって、貧乏人が見るべきではないと僕は強く経営理念があるね。2時3時の絵にカラーやホロライブのカバーみたいな規模には視聴者の母数が異なるので絶対行かないと予想はしています。ただ、資本家で構成されるお金持ちと貧乏を隔てる社会を組織したいと思ってる。僕はこんな台本を見て言ってるんだけど、めっちゃ尖ってるよね。VTuber 業界を俯瞰すると僕は悪役のチャンネル。意味わからない。結局金か愛が大事だよ。こいつ何も知らないな。小春子の木。みたいな人たちが多いのが考えられる。普通にね。理解できない社畜は死ねばいい。とは本音で思ってなくて、社畜があってこその投資家じゃない。お金持ちは貧乏人と比較して金持ちに見えるんだ。ボロい軽自動車の横に3000万円のスーパーカーでドヤ顔をするのが必要なんです。ドヤ顔するのを見せる相手が必要なんだよね。世の中を回すのにも 99% の貧乏人が必要なんです。もう超悪いね。悪口だ。超悪口。次にお前は思わず笑っちまったぜ。という思わず笑っちまったぜ。悪役の深みと共感、ボルデモートのキャラクター分析。これは結構僕に近いのかなと思ったんだよね。こういう悪役っていうのは邪悪な存在ではなくて、彼のバックストーリーには孤独な不幸な生い立ちが描かれている。彼がなぜ魔法界を支配しようと思ったのか。その動機を知ると完全に彼を憎むっていうのが難しくなってくる。っていうか共感するよね。
僕はそこに共感した。彼の行動はもちろん許されないことだから悪として描かれているけど、読者は共感ができる。だから悪役として物語として面白くなる。まあどういう人物か見てみよう。ボルデモートはスリザインの末裔であることに強い誇りを持っていました。だけど母親が魔法使いでありながらマグルの魔法使いじゃない父親と結婚して、かつその父親から愛されずに捨てられてしまったという背景があって、じゃあなぜ僕のことを愛してくれなかった父親はマグルだった。マグルだからバカな行動に移ったんだ。僕と分かり合えない別の人間なんだ。ということで彼はマグルを憎むようになって、純血主義という考えを極端に推し進めた魔法界の純血魔法族っていうのが支配すべきと信じて、その理想を実現するために行動した。なんかこれって僕とすごく似てるよね。投資は大切だと言っても、配信者で3年間僕は訴えてきたのにね、誰も協力者が出てこないし、応援してくる人も出てこなかった。本当にバカばっかりって僕は思う。だから貧乏には死ねばいいとは思ってないけど、それ以上に社畜として何も知らずに、投資家の経営者の肥やしとなればいいと僕は思ってる。本当にね、社畜の豚とか馬とかそんなのと一緒。これって孤独と拒絶された経験もボルデモートと小春ってすごく似てるのか。トム・リドルは他の子供たちと関わりが乏しく常に孤独を感じていた。また彼は個人の中で自分の魔法の才能に気づいて他人を支配する喜びを見つけていくカリスマがあったってことだよね。この力で他人を制御する感覚が彼の人格形成に大きな影響を与えた。俺は強いんだ。だったらもっと人をまとめて世の中を動かしてこの世界をもっと良くしていこうって思ってるはずなんですよ。その理念に共感した人たちがデスイーターという人たちなんですよ。僕もこの同じ状態、VTuber のインフルエンサーとしての力を持ちたい。起業して社長としての世界を作り変える。感覚は僕とボルデモートで結構重なる。あなたも投資や VTuber の活動とか自分で気づいてきた結果に対して軽視されたり疑われたりすると正当に評価されたいって、気持ちとか悔しさを感じるのは当然のこと。で、お金を持ってる僕たちからしてみればこの世界って天国じゃないですか。税金もみんなより納めなくていいし自分が一番楽しんでいると。だから死にたくないんだよね。ボルデモードは死を極端に恐れていました。彼にとって死は敗北であって弱さの象徴でした。そのため分霊箱っていう自分の魂を分裂して絶対に殺されないようになったんだよね。で、その副作用で鼻がなくなったりとか異様な形になったという設定になっています。皆さんもこれから一緒に長く付き添うパートナーとか自分の子供とかもう長く付き合っていきたい。だから死っていうのはすごくなんか申し訳ないと。仮に僕が早く死んじゃったとしてこのコミュニティが分解されてしまうんで死ぬわけにはいかないんですよね。だから足が腐って切断されて車椅子になろうが僕は生きるということを選択するでしょうね。ボルデモートは自分の力を信じて恐怖を武器に魔法界を服従させることで自分の存在を証明しようとした。実際にカリスマとして影響力は強大だったと言われている。僕の場合は短大から機械工学の定員30名がいるっていうところでその年は条件に合う候補生がいなかったという理由で20名になった。で、そのエリートの候補に選抜として合格したんだよね。事務室で待ってた時があって教頭先生からすごいじゃないか。君が学年で一番だったよ。トム・リドルと唯一違うところは平凡な人生が過ごせればいいなって資格も適当に取っていたし、特に恨みとかもなかった。自分が起業して会社を組織するっていうのは微塵も妄想すらやってなくて、社畜として週2回の休みでテレビゲームできればいいな。そういう大学生だったんだけど、3年の夏人生を変える人と出会って、その人が資産数十億円で大学教授をやっている部活の顧問だったんですよ。で、その人がいるから今僕がいる。だからアメリカの起業家ジム・ローンの言ったこと、近くにいる人間関係で人生がどんどん変わっていく。身につけるもので人生変わる。ナポレオンの名言。これは歴史で証明されている。だからこのコミュニティで5000円払うとか安いもんでしょうと僕は思ってる。過去のトラウマと復讐心、人から愛されたいっていうのはみんなが思うことで、僕だってずっと一人で行動して突っ走ってるけど、めちゃくちゃ寂しいんだよね。それが報われると思って。で、友達は麻薬であってね、足を引っ張る副作用があるし、麻薬依存症みたいな何もできずに友達ばっかりいて、結局何の結果も出さない。正直友達っていうのはいなかったけど気にならなかったね。まとめると、ボルデモートの行動は邪悪とされているけど、僕は全然それでいいなって。過去を知ると動機が悪だけではなくて、自分を怪我したのはマグルだ。マグルは共感できない。意思の疎通ができない。こういった人格指定するようなのがマグルだ。だから、この世界からマグルを消せばいい。
消してやろう。この世界を変えてやろう。俺が良くしてやる。その理念に共感した人たちもいた。ダンブルドア軍団とね、ボルデモートのデスイーターの人たちが戦うんだけど、僕はどちらかというと、ボルデモート側に共感するんだよね。ハリーポッターっていうのは人間らしい弱さ、欲望を極端な形で追求した物語だと。で、ボルデモートが単純な悪役じゃなくて、普通に世の中を良くしてやりたいと、違う方向で見方が違えば、自分の立場が違えば、自分が純血族、投資家で選ばれたエリートだったら、他の知能の低い人間は社畜みたいな扱いで決して目に触れないようなところで働かせるべきだみたいな、そういうのはめちゃくちゃ共感してしまうよね。はい。皆さんもそういうボルデモートの言葉っていうのは響くところがないかな。ただね、チャット GPT と相談してて言われたことが、ボルデモートと小春が違うところがあると。あなたがすでに取り込んでいる株式投資や VTuber 活動は自分の強さを追求しながらも周囲とのつながりや成長を大切にする姿勢を持っている点で、ボルデモートとは異なる方向性を目指しているように思います。そんなことをチャット GPT に言われるとは。考えたいポイント、強さを求めるのは確かに重要だな。何のために強さを求めるのか。ボルデモートの場合は自己欲求と支配欲のために力を求めたけど、小春の場合は自分の自由や幸せ、そして周囲の人々と関係を豊かにするために強さを追求しているのではないでしょうか。そうなんだよね。強さを求める人々に優劣をつけるんじゃなくて、求める強さの種類や方向性を考えることも重要とされている。すごく難しい話になったんだけど、孤独と仲間のバランスっていうのが大事。成功するために孤独に突き進むことが重要だけど、ある程度自分で頭一つ抜けるような実績が出せたんだったら、チームが後半必要になってくる。競争社会で勝ち抜くためには、まずは自分の目標を明確にして孤独で努力することが求められている。その後、信頼できる仲間を見つけて、チームとして協力し合うことが成功への道となる。ボルデモートに共感した人々の多くは、彼の行動や思想そのものよりも、彼の目的や強さに惹かれた。うわ、俺だって世の中を変えることができるんだ。まあ僕だってそう思っちゃうね。純血主義や魔法界の改革という目標に賛同。これは僕だったらこの世界の資本主義、お金が全てだ。金を持っている人が性格も良くなっていく。金も持っていない人が弱くて性格も悪くて付き合うべきではないっていう考え。さすがに世の中を変えてやろうとは思ってないけど、そういう不公平な世の中がすごく居心地がいい。公平なんだよね。頑張ったら報われる。いや、頭がいいと報われるか。頭が良くて努力してようやく報われる。リーダーとしての強さ、彼の恐るべき力に敬意を抱き、従うことで自分たちも強くなれると信じていた人たち。あとは不満を持っている人たちがあったのかな。ボルデモートのように力を示しつつ周囲を巻き込むカリスマ性はハリーポッター主人公にはなくてね、結局流されるままで優秀な人ではないですもんね、主人公。すごく頼りなく感じて、現代社会のリーダーシップやコミュニティ運営にも応用できる考え方がある。毎週直接コミュニケーションが取れる場所として定期ミーティングを開催しています。このミーティングでは毎週投資情報とか活動の裏話、成功の秘訣とか、普段なかなか話せない YouTube では話せない内容とかじっくりお話できます。こういう人に向いてるんじゃないかな。投資や不労所得について直接アドバイスを聞きたい人、VTuber 活動やコミュニティ運営の裏話を知りたい、一緒に夢や目標に向かって刺激を受けたい方、一緒にボルデモートみたいな悪の組織、世の中に不満を持つ貧乏人と付き合いたくねえよ。もっと自分が認められたい、世界を変えてやりたいと思ってもいい。そういう野心がある人はコミュニティに向いていると思うし、毎月5000円なんか安いもんだよ。生きる意味が見つかるんだったら。というわけでお疲れ様でした。収録時間は1時間27分。これだけ喋りたいことがあったんだよね。今回は真面目に喋ったっていうか、今後は YouTube の配信の仕方を変えていこうと思ってる。ガッチガチに編集したものはあまり出さないというかな。僕が話して一発撮りで収録したやつを出してもいいんじゃない？その方が動画編集のコストを抑えられるし、悪役で嫌われる覚悟、ボルデモート、友達はいらない、成功のための孤独な道、台本なしで話すと、ボルデモートってハリーに対等な人として話してるんだよね。ケンちゃんの石の時に、いいかハリー、この世に善と悪のではないのだよ。力を求める強き者と力を求めない弱い者がいるだけだ。さあ、その石をよこせってね、律儀に説明してくれるんだ。紳士なんだよね。それでは遊びも仕事も全力でやっていきましょう。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。